疲れちゃった理解ができないところもあってお互い好きなのになんでっていうのがそんなことないから私は周りのことを考えないから湊くんの優しさこれいいよって言ってもいいねしか言わないしサプライズもしないしポワポワしてるってこと略してるだからか湊くんすごい押してたじゃん前回の動画でもあだからかあったじゃんだから俺たちそうだよなみたいな感じそうだねちょっと見どころが少なかったねさてじゃあこう置き換えてじゃあつまりさ私のためにお別れするってこと君はその方がいいよっつってだって変じゃん20代の頃変な写真顔だったじゃんここに写るけど質問してもいい？つむぎちゃん、かほちゃん両方とも私と同じ顔をしてたらどっちを選びます？じゃあ私に似てる人が聞こえない人が現れて私は好きなんですって言われて今現れたらどうしようちょっと動くなんか前居酒屋行ってさ女の子に声かけられたって言ってたじゃんあれはどんなお気持ちなんですか？こそこそはできないとは思うんだけれどなぜそれは本当にそうくんとつむぎちゃんが喫茶店でああいう話をしてるの見るとやっぱときめくよねいいなって思わない？もう一回恋愛したいよ私とこれで一本無理かなきついやらないよおかしいよ乾杯始まる前に質問をもらったからこれなんですよみゆみチャンネルはどっちなんですかっていう質問と、おかしいっていうことに対してどうかっていうことで満を持して全然そんなことないけどはいこのチャンネルの手話は対応だと思います喋りながら手話やってる限り対応両親も聞こえないのに対応なんだなって会社に入ってから対応になったってこと？私は日本手話教わったのに対応になったのは会議の時に日本手話だと追いつかないのよ貯める力もないからその聞きだめっていうのが力がなくて言葉をそのまま出すしか方法がなくてということでサイレントは日本手話をされててみゆみチャンネルでは対応が強いこの別チャンネルで中途失調なのに日本手話なのはおかしいって言ってる人がいるっていうことだったんだけどもう今は曖昧な人もいるじゃん
でもそうね、手話全く分かんない人が2種類の手話があるんだ、へえと思って疑問をくれたのがすごい嬉しい。泣いております。私酔っ払ってたかと思ったの。いいですか。後ろでさ、また鼻詰まってるわって言うとまさか泣いてたとは思わなかったんですよ。私は聞こえる人、あなたは聞こえない人で、別に距離なんて何も感じたことはないんだけれど、このドラマを見て奈々ちゃんに感情移入をしていて、やっぱり私はつむぎちゃんの方寄りなんだなって思って、これを見て壁を感じた。しっかりとした分厚い壁を感じてしまったわ。私はその泣いてる姿にちょっと泣きそうだよ今。大丈夫。やっぱりね、ここはね大きな壁があるんだなと思ったのがね、カフェでね、つむぎちゃんが私がオーダーするからって言ってるシーンをちょっと気になって、それやっちゃダメって思ったから気づいたっていうことは意識してたんだなっていう、意識してたんですよ。なんかこれ分厚い壁があったんですよここに。すごいいいドラマですし、嫌な気持ちにさせたくない。まあ過去アイロン投げちゃったりはしてるんだけど、聞こえる聞こえないに関して嫌な気持ちになってほしくないっていう一心であるっていうことは自分自身ちょっと理解できた。奈々ちゃんとそうくんがもしうまくいったら良くない気がする。うまくいってしまったらここにさらに大きな壁がここに生まれる気がしない？やっぱりダメなんだみたいなさ。うん、幸せ。あ、なるほど。無理やりその壁をぶっ壊す必要もなく、壁はありつつも。なるほど。そうなのか。壁はありつつ。ちょっとなんか申し訳ないなと思ってね。湊くんはさ、自分がお別れした方が彼女は幸せなんだって思ったのと同じように、つむぎちゃんもなんか引きそうだね。ちょっと分かんなくなってきたね。いやー、奈々ちゃんでも幸せになってほしいね。別にもう一人奈々ちゃん的な人がいたわけではないから、ここにもしいたらどうなってたんだろうと思って、どうなってたんだろうと、私振られてたんだなとか思って、やっぱ私の感情つむぎちゃん寄りだった。ごめん。今のサムネになったの。そうくんはもうつむぎちゃんっていうことが判明したじゃん。相談役みたいになってね。奈々ちゃんとの関係すごい気になる。ね、4回もあるんだよ。
風間君の話が始まるのか始まるの好きなのよ。もう出てくるともうおってなる。やっと奈々ちゃんの名前覚えて最後よ。風間君のストーリーが言わなくていい。始まるかね始まるのかね。違う。ジャニーズはわかるよ。私がファンだから。逆に彼は愛されてる。国民に愛されてるはい、じゃあこれは若者のね視聴者をゲットするためにやってるんですよ。高校生っていうのは小さい箱の中で語り合うわけよ。広めてもらいたいから高校生の皆さんにどこで一番泣いた？違う、風間くんかもしれないじゃんもしかしてあるでしょ。だってパチンってそうくんのパパめっちゃいい人じゃない？娘と仲良くてさ手話も上手でしょ。あのお父さんのエピソードも見たいよね。えこれ見てどう？私と結婚してよかった？それはちょっと納得できないわ私からしたら。もう今さ現れたらさもう行っちゃうってことでしょ。子供まで作っといてさじゃあ私が聞こえない方が良かったってこと？ショックなんだけどちょっと今本当に今一番泣きそうなんだけど今一番泣きそうだマジで。いやでも重ねるじゃん。してるじゃんいちいち抱きつかないでくれる？なんか本当にショックだわ。なんか知らんけどよくわからんショックだわ。まあそれを言われたところでなんかこうなんか割れたハートに頑張ってこう埋めてるみたいなねセメントみたいな、なんか修復次回ねこの今日生まれた壁がなくなればいいなって思いますよ